さすがっす。手も止まるからもう一気に出ます。じゃあとりあえず吉田さん参考お願いします。ありがとうございます。これで走るんだったらこれでいいんじゃないかなっていう、言われないと分からない。結局軽いので、足とかなくても軽い分車も進むんですよね。かっこつけてますね、アクセルのこの入れ具合が。1回でじわーっていけるところをあえて煽って、そうなんですね。86ってアクセル踏みっぱなしがパワーがないから踏みっぱなしで勘違いしてる人が結構多くて、実はそのフォーシングだから抜けないんですよね、アクセルを。そうなんですよ、抜けないからしょうがなく踏んでコントロールしないといけないっていうところが踏みっぱなしでかっこいいよね86っていうところに、これで気づいてもらう人が増えればいいかな。気づくんだろうか。分かんないです。いや86乗ったことある人は多分気づくと思う。46だったら流れる、ちょっと流れるかなと思ったところでアクセル抜くんですよね。でも86だとそこでアクセル抜くと余計鉄出ちゃうんですよ、フォーシングなので。だから踏んで斜め前に押してやって車を食わせる感じになるんですけど、その感じが今までいろいろフォーシングの形とかいろいろやったんですけど、重量が重くなるとタイヤの粘りがない、結局重量に負けちゃうので、そのフォーシングの感じにならなかったんですよね。でこれがたまたま軽いから、そのタイヤの摩擦係数っていうんですか、それに対して重量が軽いと、そのズルズルズルって言ってタイヤが、この86ってタイヤのよれで荷重移動するんですよ、グリップ変化させたりとか、その感じが軽いおかげでちょっとだけ感じれる。これ重くしていくとまたちょっとこう変わってきたりするんですけど。やばいっすね、もうノリノリですね。やばいっすね。もう 4AG の非力なパワーを使い切ってなんとか走らせるみたいな感じ。
走り込みだけがそうですね。できますね、これだと。そうですね。あとはボディ作りとかにその分時間割いてもらったりとかして、本当はもうツーリングとかされてらっしゃる方が、たまにやろうかなって言った時に、いつ出してもダンパーがないからダンパーメンテし直して走らないと走れないとかないんですよ。この形には86の武器が一番似合うね。そうですね、イメージ的には。スリーローもどっちも。ワイドトレッドじゃないこの手の86がね。86の扱い方が一番合ってるかもしれないですね。よく走らせれるもんだったら走らせてみろって車が言ってるような感じですよね。それって86と同じような感じかなと思うので。皆さんが売りこなしてるもんね。すげえ。いや本当すごいですよね。まだバッテリー1本も走ってないのに。あえてこのお金がかかってないのでそうですね。
まいっす。コントロールがうまいっす。ちょっと尾形先生にもうちょっと勉強してもらってる感じですテストドライバーのちょっと言っとってください。インフルエンザ治って帰ってきてこれで全然やらないのにあ、これ楽しそうってお店休みの時に1日こだってるのにいやいやいや、お客さんいる時にやってくださいよ。まとまったらね。いや、すぐなりますよ。バッテリー2本ぐらいで多分、そうはい、さっきの走らせられてる感じでいくと。その過程をまだ知らないからお客さん説明できるの。でも教えるのも簡単そうじゃないですか。走れない方にこういうとこ意識してとかっていうポイントも教えやすいと思うんですよね。物から来るんじゃないからいいよなそれでいいんだよって。まずはやっぱりサーキットにいっぱい走り来ていただいて、でこれでいろいろ走らせ方とか気づいたことが増えてくれば、他のシャーシとかでセッティングを変えることで、そのアンダーステアオーバーステアの使い方を意識したセッティングをして走らせ方をその走らせ方ですると、他のシャーシでも同じことができると思うので、それがより足があればより活かして走らせることができれば他のシャーシも楽しくなると思うんですよ。で結局 A86 乗ってるって結構そういうことあるんですよね。一緒です。はい、だから他の車だったら86だったらこういうところでものすごいシビアなんだけど、そのコントロールをすることで車がこういう風に動くっていうのが分かると、シルビアとかに乗った時に間がものすごい長いんですよでコントロールができる。でそのコントロールができるっていうことはセッティングもじゃあもうちょっとこういう風にセッティングしてやったらもっとここにこう活かせるなとかっていうセッティングのイメージもできてくるので、だから実車の86に乗ると気づかされることって多いのと同じような感じがあるかなと思いますね。このキットでキットのドリフトを増やそう。本当はこれのRTR を作りたいんですよね。でもう3万円ぐらいで出せると一番いいかなと思うんですけど、これが2万台か3万台ぐらい出てくれるとできるんですけどね。へー。ある意味初心者の方向けっていうよりはやればやるほどスーパーエキスパートの人の方が楽しくなってくる車みたいな感じなんで、ちょっと初心者向けっていうのは紹介文から省こうかなってぐらいのですね。初心者向けじゃないので、そう価格帯は初心者向けなのでエキスパートの方と一緒に初心者の方がやる向け、どうしてもメカとかですね、あと最初からボールデフが入ってるので、そのボールデフ組み方ももう目いっぱい締めて使ってくださいぐらいの設定ではしてるので、細かい設定は多分いらないんですけど、そんな風に決めるボールだと最高やね。逆に調整できないんですけどねビジットとかにしようと思ってもできなかったりするんですけど、いいな、103GT がその負けたか一つはもうなんていうんでしょうね、面倒くさくない、最高そうですね、それは一応オプションでストラットの方式でっていうことで、これ車重が軽いからダンパーじゃなくてスプリングだけでいけちゃうんですよね。はい、で今までもストラットの構造のやつでいっぱいやったんですけど、結果ショックのなんですかね、シャフトで視点を維持しないといけなくなっちゃうんで、すぐダンパーが漏れたりとかワンクラッシュで曲がったりとかしちゃって、でこれだと軽いからぶつかっても衝撃も大きくないし、
オイルもいらないので。この調子ならマスダンパーかなり効くじゃないですか。マスダンパーって何ですか？重りがそうですね、多分そうです。多分そういう理屈ですね。結局軽いからできることってめちゃめちゃ出てきてですね。だから壊れるところがほぼないっていう。純正は本当ツーリングカーなんですかね、 F1 とかみたいな感じのアッパーとロアの2枚で、ナックルのピンを挟んでるような感じの構造ですね。でドリフトって目で見てロールとかを感じながらアクセル入れたり抜いたりとかっていうのがあった方が分かりやすいので、あえてそこはもうフリーにしてスポンジでそのロールをコントロール。そうですそうです。なるほど。だからもうちょっとロールさせたくないっていう時はホームセンターに行ってスポンジを自分で選んでもらって挟んで調整してもらうっていう。うん。ツーリングカーなんでもうこれでいいんじゃないみたいな。そうですね。だから本当メンテするところがないので、一応そのダンパーも1個ついてますけど、あくまでもそのシャーシのなんですかね、しなりの振動を吸収するためなので、足ではないので抜けてても別にその走りにはあんまり影響ないんですよね。でフォーシングだからこそこのブラシモーターのレスポンスが悪いモーターでも走れるのかなっていう風に思いますね。レスポンスがやっぱり46だとモーターの反応の前に足でそのタイヤのグリップ変化が左右出ちゃうので、そこで食ったからってアクセル入れてもブラシモーターだとついてこないじゃないですか。これ足がなくて一旦滑ったら一定で滑るので、ちょっと遅れてアクセル入れてもまだその滑ってる延長線上の中でグリップに回復させれるので。レーシングだから圧力とボディに合わない。いや今いっぱいありますよ。カローラとかもありますよ。昔のカローラとか。アンドロさんがそこを攻めてやっぱ圧力やります。そうですね。アンドラさんかアディクションも確かあったと思うんですけどね。4枚ドアですか？いや86のボディが。ここもおすすめですこれはパンドラさんのボディですね。はいはいはい。で車幅が逆に言うとトレッド調整とかできないですよ、なので、つけたいホイールに合わせてボディを加工してもらうような感じになってたんですけど、パンドラさんのだと大体オフセット5から7ぐらいのやつでいけるかなって。これが深掘りのどっかのやつなんですけど、これオフセット9なんですけど、フェンダーをちょっとこうラジオペンチで爪をキュッキュッキュッと伸ばしてやったらちょうどいいぐらいに。これが映るんですか？ラジオペンチでラジオペンチでキュッキュッキュッで塗装が剥がれてしまってるやつですね。叩き出したわけですね。叩き出し、そう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 。もう何も言わず30代とりあえず送っとってください。これな吉田さんとか言わんけん。いいんですか10代で本当に。30代ってそれでも絶対僕売りに来ないといけないじゃないですか。まだあと15台残ってるんだけどとかって連絡来そうですね。いや、今後大丈夫大丈夫。1台がもう5万も6万もするけどね。なんなんて言うかね。何も言わない。本当とりあえず初回のロットの分ができたら、なんか次のがどんくらいでできるかが分かんないんで。それがあるっちゃね。そうなんですよ。某メーカーさんが売れてるチャーシがあるんなら、ちょっとうちのが後回しにされていつできるか分かんないとかっていう状況になるかもしれない。これは年末売りやすい。年末売りたかったですよね。だから本当なんでしょうね、この昔使ってたやつとかメカとかですね、そういうのが余ってる方とかがいれば、それもらっちゃえば、
本当お金かかんないですよね。余ってるメカしかないけん。そうですね。今アルトワークスとかでも800キロぐらいありますよね。こんなにあるんですか。はいはい、軽自動車で。だからそれ考えると軽いですよね。今の軽と変わらないぐらいの重量なので。ちょっとかっこいい侵入を一生懸命食べた。